こんにちは。アカデミアの富代です。富代ベーシック10になりました。美容業を通じて経験した僕の根本的な考え方を中心にテーマとして語っていくのが、この富代ベーシックです。美容師が身につけなければならない技術ということで、美容技術、接客技術、販売技術、プラス人間性が必要といったテーマでお話ししてきました。ですので、前回は販売技術、セールスについてお話ししました。以前の動画、ヘアデザイナーに求められる3つの技術プラス1、富代ベーシック6で、プラス人間性については簡単に人柄といったことで軽く触れております。人間性磨きについてはある程度の年数と経験が必要になり、機会がありましたらまた触れていきたいと思います。今回は作りたいものを作るためにデザイン力を上げる、クリエイティブの授業、こういった観点からお話ししたいと思います。オリンピック前の東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムについてアートディレクターの佐野健次郎氏について随分いろいろ暴露されていました。素人目にもあまりにも似ていると言えます。僕ら美容師がデザインを創作する場合でも完全オリジナルはないとはっきり言えます。もともとヘアデザインは形を見せられ、その形をモノマネすることから始まり、ヘアメイクを練習します。今日はこういった項目で解説していきたいと思います。1、本当のオリジナルなどあるのだろうか。2、オリジナルなアイデアを出すためには。3、アーティストの価値観。4、物を作って自分を知る。5、コピーする。6、モノマネを超える。まず1のオリジナルなアイデアを出すためにはについて簡単に言ってしまうと、自分の感性と共感するものを、また想像をかき立てるものならどんなものからでも盗みなさいということだ。昔の映画、今の映画、音楽、本、絵、写真、詩、夢、雑談、建物、橋、看板、木、雲、水、光、影、どんどん吸収し心に訴えかけるものだけから盗むのだ。そうすれば君の作品、盗品は本物になるとジム・ジャームッシュ、アメリカの映画監督は言っている。一流のアーティストなら無から生まれるもんなんて何もないことを知っている。創作には必ずベースがある。100% オリジナルなものなんてないんだと彼らが言っている。僕自身クリエイティブな作品を作るのが好きだった。美容業界誌の表紙の連載を頼まれたことがあった。業界誌だから僕のオリジナリティを出したい。見ている人にかっこいいと思ってもらいたいなどの自己満足から好き勝手に作成した。それが業界誌だと美容師が見る雑誌ということで許されたのだ。しかし業界誌でもこれは行き過ぎだと言って跳ねられたものもある。今考えてみると、それは完全の無から生み出したものかと問われたら、多くのものを見て、感じて、その中からこれを作ってみたいと思ったのだから、元になった何かがあったのだと思う。だとすると、いろいろなものの中からミックスさせて作成したのだから完全オリジナルとは言えないのかもしれない。次にアーティストの価値観。アーティストの世界観はどうなっているのだろう。まず盗む価値があるものを探す。探したらまた別のものを探す。カメラマンだって画家だってアーティストと言われる人は盗む価値があるものをじっくり観察する。盗めるところが自分の感性に合った視点で切り取っている。あとは表現の仕方の問題だ。芸術とは盗むことだ。とパブロ・ピカソの言葉として言っている。未熟な詩人は真似るが、熟練した詩は盗む。無能な詩人は盗んだものを壊すが、有能な詩人はより優れたもの、少なくとも違うものへと変える。つまるところ、有能な詩人は盗んだものを盗む前とは全く異なる独特な雰囲気に変えてしまうのだ。T.S. エリオット、イギリスの詩人は言っている。ものを作って自分を知るということだ。テーマを決めて作ることは大切だが、自分のオリジナリティとは何かを知ってから作ることはできない。ものづくりは多くを作っていくうちに自分の作風が出てきて、結果的に自分を知ることになるということだ。これはとても大切なことです。自分は誰なのか、何がしたいのか、それがわかるまでものづくりを待っていたとしたら、何も作れないで終わってしまう。僕の経験からも言えるが、ものづくりの仕事をしてこそ自分を知ることができた。
女性を触るタッチが優しいとか、作る作風が柔らかいなど、作っていった多くの作風からみんなが教えてくれて、自分を知ることになるケースもあるのです。それには、初めはコピーして作っていっても、100人に対して作っているうちに、横から見たアウトラインは柔らかいこのラインが自分は好きだと作っていくうちに、結果的にはそれが自分の作風となってくる。人には作れない違いとなってくる。次にコピーする。誰もがスタイルや個性を持って生まれてくるわけではない。自分が誰だか分かって生まれてくるわけではない。僕たちはまず自分のヒーローのモノマネから始まる。コピーして学んでいくのです。僕が言っているコピーとは練習であって盗作ではないということを付け加えておきます。盗作は他人の作品を自分の作品にしてしまうことです。コピーすることは単にスタイルを盗むだけではなく、スタイルの奥にある考え方を盗むのです。大切なことはその人の世界観を自分の一部にすることです。作品の本質を理解せずに上っ面だけを真似していたら、君の作品は贋作にしかならない。次にモノマネを超える。私たちから取ってほしい。まずは盗んでほしいんだ。なぜなら結局は盗みきれないからだ。盗めるものは私たちが与えたものだけだ。君はそれを自分のスタイルに取り入れていく。誰だって最初はそうだ。そしていつかは誰かが君から盗む日が来る。フランシス・フォード・コポラ、アメリカの映画監督の言葉です。フランシス・フォード・コポラ監督は日本の黒澤明監督から影響を受けたと自分でも言っている。ピカソは日本の葛飾北斎の絵から影響を受けた。そしてあの画風が作られたのです。次に天才の隣に立つ。ゴミからはゴミしか作れないといった言葉が妙に突き刺さる。できれば天才のそばにいることは大切なことだ。ロンドンのデザインスクールで感じたことは、先生は助言してくれるが、それよりも何かテーマを決めて発表の時、そこに集まった生徒たちの感性に刺激を受けた。僕自身も本物見たさによく海外に見に行った。それは作っている環境や作者の考え方が知りたかったからなのだ。環境から生まれたのか、そんな経験がしたかったのかもしれない。君の限界は君の周りにいる人間によって決まってしまう。もしデジタルの世界を学びたかったら、デジタルの世界でオンラインで一番優秀な人についていくことだ。今やそれが簡単にできる時代だ。しかし僕が思うにリアルな経験も大切だ。ここで僕が影響を受けたこの本を紹介しておこう。この本からも影響を受けた皆さんのお役にも立つことだと思う。クリエイティブの授業、君が作るべきものを作れるようになるためにといった本です。この本は概要欄に貼っておきます。まとめとしてデザインや技術が上手くなりたかったら徹底的に真似ること、盗むこと。しかしまず盗む価値があるものを探す。そして練習すること。そしたらまた別のものを探す。そうして徹底的に真似ることが上手くなる早道です。しかし贋作をすることではない。表面をコピーするのではなく、その奥にある考え方を盗むのだ。盗み、真似ているうちにあなたの作風が生まれ、オリジナルになるということです。今回は以上になります。ブログでも関連したことを書いております。そちらも見ていただけたら嬉しいです。富尾アカデミアへ興味がありましたらチャンネル登録お願いします。美容師の経験を通して役立つ情報を発信しています。技術は無論、これからはカテゴリー別にいろいろ発信したいと思います。いいねボタンはモチベーションアップにつながります。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さようなら。